こんにちは、レイウッドです。今回の動画ですね、WPL ジャパンの動画になります。今回は C34、C44 専用スペシャルトルクシングルギアボックスセット。こちらのですね、組み立てと、あとはシャーシへの組み付けについてご説明させていただきます。で、今回こちらのギアボックスなんですけれども、注意点がですね、何点かありまして、まず、上級者向けですっていうのがありまして、ちょっとその点ご注意くださいと。こういった RC カーのですね、こういろいろいじったりとか、そういったこと慣れてる方はいいかなと思うんですけれども、全然慣れてない初心者なんですけどという方に関しては、まずですね、良ければこちらの動画見ていただいて、これなら大丈夫そうだなと思っていただければ、ぜひですね、これ、組み込むと結構面白いんで、ぜひご検討くださいという形でお願いします。じゃあ、どういったところが上級者向けかっていうところで、何点かお伝えさせていただこうと思うんですけれども、まずですね、リード線。今これ見ていただくと、これ今ある程度組み立てた状態なんですが、このモーターに配線がないですよね。で、これをハンダ付けしていただく必要がありますので、ハンダ付けは無理ですという方は、すいませんが、ちょっと、作れない、組み付けないということになりますので、ご注意くださいと。あとはですね、グリスが付属してませんので、ご自身で、金属製の、後で組み立てるときにわかると思うんですけども、金属製のギアが、入ってますので、このギアボックスの中ですね。これを組み立てる際に必ずグリスアップは必要になりますので、そのグリスはご自身でご用意くださいっていうのが前提になります。あとは工具ですね。工具が 1.5mm の六角レンチ。これは持ってる方多いと思うんですけど、このタイプが必要になります。で、できればボールポイントがあるとベストです。こんな感じの、ちょっと画面で見づらいかもしれないんですけど、普通の六角レンチじゃなくて、先がちょっとこう丸く玉みたいになっているボールポイントっていう六角レンチがあるんですけど、1.5mm のボールポイント。これが必要になります。ちょっとですね、動画の途中で出てくるんですけど、ギアの芋ネジっていう、ネジをこう締めるときに、そこにアクセスするのにですね、ちょっとこう斜めに入れないといけなくて、ここが長いと、まっすぐなやつだと、こうアクセスできないんですよ。この六角だと、この短い方だったらこう横から入れてアクセスできるんで、なんとか回せるんですけど、ちょっとやりにくいです。ただ、できないことはないっていう感じ。なので、これがあればできなくはない。理想は、ボールポイントの 1.5mm の六角レンチが必要です。っていうのがあります。あとはですね、リアのアクスルを逆付けする必要があるので、ちょっとその点もですね、ちょっと難しいところかなと思うんですけれども、どういうことかっていうと、これももちろん後で詳しくはご説明するんですけれども、これがアクスルですね。ここにある、このタイヤとタイヤの間にこう入ってる、ここのパーツなんですけど、これはですね、今見ると、真ん中よりちょっと左側に、この、一般的にデフケースっていう言い方しますかね。ここの丸い玉みたいについてると思うんですけど、これが左に寄ってますよね。これひっくり返して逆につける必要があるんで。これはそんなに難しくないんですけど、ちょっとこの駆動系の仕様が変わる兼ね合いで、そのままこれを組み付けてしまうと、例えば前進した時に、フロントタイヤは前進方向に回転するんだけど、同時にリアがバックする方向に動いちゃうっていう、前後の車輪が逆の進行方向に動いてしまうっていう車が完成してしまうので、それを回避するためには、この動画ではリアを逆付けします。もちろんモーターを逆転仕様にして、フロントを逆付けにしてもいいんですけど、基本的にはモーターを正転で使う場合、普通のプラスマイナスをモーターに普通に接続した場合は、こっちは正常に動くんですけど、こっちが逆になっちゃうんで、それを回避するために、リアのアクセルですね。フォーシングとかもいう言い方もするのかな。これを逆にこうつける必要があるというのがあります。これは何のこっちゃっていう場合でも、動画見ていただいてそのままその通りに組んでいただければ問題はないので、そんなに難しい点ではないのかなと思います。あとはですね、この
ギアボックスにすることによって、まあ名前の通りなんですけど、スペシャルトルクってなってるじゃないですか。なので、スピードはめちゃくちゃ遅くなります。その代わり、トルクはもう鬼トルクになります。ただちょっと危ないレベルで、こうトルクが、もうタイヤの回転はすごくゆっくりになるんですけど、トルクって言って、まあ、力がすごい強くなってしまうので、ちょっと扱いに注意が必要になると。例えば、これ以上進めないとか、ちょっと無理がかかってるよっていう状態で、アクセルをこう全開でオンとかってやっちゃうと、場合によっては、こう、駆動系がですね、壊れちゃうっていう可能性があるぐらい、ちょっとトルクが上がってしまうので、まあ、そのあたりも注意しながら走行する必要がありますよと。そういう車になりますよというところがありますので、その点もですね、ご注意くださいっていう点になります。はい、あと、注意点最後にですね、ここの干渉のちょっと問題がありまして、ここですね、この、まあ、今ちょっとわかりやすいように、このシャーシ、どんがら状態にしたものなんですけど、ここ、フロント周りですね、デッキ全部取り除いてあるんですけど、そうするとよく見えると思うんですが、ここが干渉しちゃうんですよ。ここに今、2本リンクが走ってると思うんですけど、それのこちら側、モーターがこっち、画面に向かって右側にオフセットしてるんで、まあ、その関係でですね、ここがほんのちょっとなんですけど、干渉しちゃうんですよ。ノーマルの車体に取り付けた場合ですね。これ、なんでこんな風に干渉しちゃうかっていうと、ちょっと理由がありまして、これ本来ですね、ちょっとまだ、うちの方で取り扱い予定はあるけど、まだ、販売はしてないっていう状態ではあるんですが、メタルエディションっていうのが C34 と、あと C44 っていうモデルであるんですけれども、まあ本来ですね、そのメタルエディションにこのギアボックスって付属しているような形になるんですけれども、そのモデルの場合ですね、ここのリンクなしにしちゃってるんですよ。で、その代わりにですね、ちょっと一応あるんですけど、それがちょっとこんな感じなんですけど、これ今画面見ていただくと、これがステアリングロッドですよね。で、その奥にさらにちょっと見えづらいと思うんですけど、もう一本走ってるんですね、ここに。これが実車でいうところのラテラルロッドっていう、まあ、役目を果たす部分になるんですけれども、これを一本ここに入れることによって、ここですね。さっきここにリンクが2本走ってたと思うんですけど、こっち側はないんですよ。なので、ここが4リンクじゃなくて、3リンク状態になってるんですよ。1本、2本、で、3本。で、ここにはないと。それによって、ここの干渉がそもそもない状態になるんですけど、こっちのシャーシ戻ると、ちょっとこっちの方がいろいろ外してあるんで分かりやすいと思うんですけど、ここが1本ないんですね。そのようにして回避してるんですけど、ちょっとノーマルに取り付ける場合は、それができないので、干渉してしまうっていうのがあるんですけど、じゃあここどうするのっていうと、このリンク、ノーマルのものだと樹脂でできてると思うので、ここをですね、ちょっと削ってあげて回避するっていうことが必要になるかなと。ただ、まあ僕もラジコン好きなんでよくわかるんですけど、精神衛生上あんまりやりたくない部分だと思うので、ちょっとそのあたりはですね、人それぞれ考え方、やり方、いろいろあると思うんですけれども、いずれにせよ、まあ、そのままだと、ここが干渉してしまうっていうのがあるので、そのあたりですね、どうにかできそうだよっていう方であればいいと思うんですけれども、それだったらちょっとなっていう方は、まあ、正直ちょっとやめておいた方がいいかもしれないです。っていう意味で、ちょっと上級者向けっていうところが結構何点かあるんですけれども、この干渉については、まあ、これをですね、いろいろいじってある状態で、ここが樹脂のリンクじゃなくて、金属のものになってるよとか、いろんなパターンあると思うんですけれども、まあ、いずれにせよ、ここが接触してしまう、干渉してしまう恐れがあるというのがありますので、そのあたりもですね、まあ、削ってしまうっていうのが問題なさそうな方であればいいんですけれども、そうでない方は、ちょっと難しい話になってきてしまうんですけど、例えばこのギアボックスをですね、ここ加工できる方は、このネジ穴加工して、ちょっとこっちにずらしてしまうとか、2、3ミリでいいと思うんですけど、そういう対応をしていただいたり、まあ本当にいろいろあると思うんですけれども、そういうですね、何かしらの対策を自分で講じることができそうだという方であれば問題ないと思うんですけど、ちょっとそこをご注意点として、知っておきたいなという点になります。はい。以上ですね、ちょっと何点か注意点お伝えさせていただいたんですけれども、まあ、特にハンダ付けであったりとか、あとはまあトルクが鬼トルクになるというところで、ちょっとまあ、そんななんか怪我をするとかっていうレベルではないと思うんですけど、その車ですよね。車が、場合によっては壊れてしまう可能性が高くなると
いうところがありますので、その点ですね、以上何点かあったんですけど、そのあたりが自己責任ですね。で、改造の方お願いしますという前提になりますので、その点、ご了承いただきつつ、もちろんこの動画でご確認いただきつつ、大丈夫そうかなっていう場合には、ぜひ組み付けていただけるといいかなと。で、実際その車速がすごく遅くなる。スピードが遅くなるよっていうのはどれぐらいっていうのは、これ実際に組み付けた後にですね、この動画内でも少しこれぐらいになりますっていうのは、ちょっとお見せできればなと思ってますので、お願いします。はい。では実際にですね、ギアボックスを組み立てて、この車体に、今、これが C34 のノーマル状態のシャーシですね。ここに、このギアボックス、これがギアボックスなんですけど、ここを、この四角いところ、ここを外して、取り付けるんですけど、その前にもちろん、ギアボックス組み立てが必要になるのと、あとはですね、このギアボックスを外して、配線がついてないので、ご自身でもちろん配線ご用意できる場合はいいんですけれども、基本的にはこのコネクターも使うという形になるので、これを先に外して、このモーターからですね、ハンダを溶かして、線を外して流用するっていう形でご紹介、今回ですね、させていただこうと思います。なので、まずは、この車体からですね、ギアボックス外していきたいんですけれども、ここですね、ここを外すんですけど、他の動画でもよくお伝えさせていただいてるんですけど、この線を持って引っ張ると、コネクタが壊れてしまう可能性があるので、必ずこのコネクタの根元の部分ですね。線じゃなくて、このコネクタ自体を持って外してください。これでもう、モーターの線はフリーになってますので、あとは、横の4つのネジ外すだけですね。これでもう、ちょっとシャーシを開くようにしてあげれば、もうここがごそっと外れますので、これでノーマルのギアボックスが外せましたっていう状態になります。はい、じゃあ、ここ、ちょっとハンダ取っていくんですけど、まず。できれば、こういうハンダ吸い取りの、これなんていうんですか、ハンダ吸い取るやつ。これがあると、やりやすいですね。ちょっとこれ、ちょっと使いっぱなしで汚いですけど、こういうので、ここですね、こう当てて、こう吸い取ってあげると。もう今、吸っただけで赤い方のリード線は取れましたね。ちょっと黒い方やろうと思ったら、プロペラシャフト邪魔だったんで、取っちゃいます。はい、これで、今、リード線ですね、が外せましたっていう状態。あとは、この、コンデンサーっていうのがついていて、これ何のためについてるかというと、ノーコン対策というか、モーターってどうしてもノイズが出るので、送信機から、発信された電波で本体が動くっていう、当然、ラジコンってそういう仕組みだと思うんですけど、その電波をちょっと妨害しちゃう可能性があるっていうので、ついてるんですけれども、これも心配な方は流用していただく形でもいいんじゃないかなと思います。で、じゃあ必ず必要かっていうと、これすいません、ちょっともしかすると賛否両論あるかもしれないですけど、僕個人的には、なくても WPL のこの、ラジコンですね、操作する中で、これなしで走らせたことあるんですけど、ノーコンが発生したっていうのは、実は一回もないので、正直これなくても問題はほとんどないと思います。なので、これ付け替え面倒だなっていう方は、これちょっとすいません、個人的な意見なんですけど、もうなくても大丈夫だろうっていうのが僕の個人的な意見です。ただ心配な方はこれを流用するっていう形で付け替えていただいてもいいのかなと思いますので、今回のこちらの動画では、これを付け替えていこうかなと思います。なので、これもちょっと外す必要があるんですが、ここはちょっと
若干難しいかもしれないですけど、ちょっと頑張って外してみて流用する場合はですね、頑張って外してみてください。はい、これで今、コンデンサーも外しました。はい、では今、一旦この状態ですね。これは必ず必要になるんですけど、配線と、コネクタ、これを外したものと、これはコンデンサーを外したもので、元々のノーマルのモーターとギアボックスですね。これはもう使わないので、避けておいて、これは後で使いますと。はい。では、ここからですね、もうギアボックスを組み立てていこうと思うんですけれども、さっきの配線は、この状態でもう、ここにつけちゃってもいいんですけど、多分、ギアボックスを組み立てて、この状態ですよね。この状態に組み立てた後の方が、多分、固定しやすいと思うので、ハンダ付けとか、そういう作業もしやすくなると思うんですよ。なので、一旦、ちょっとギアボックスをもう組み立ててしまいたいと思います。でこのギアボックスは、そんなに複雑なものではないので、っていうのも、もう、トルクを生み出すためのギア比をかなり上げる機構っていうのは、もうここにリダクションギアっていうのがついてますので、これでもうこのモーターが高回転で回転したものを、もうここでもう減速して、かなりゆっくり動く状態になるので、で、ここはもう組み立て済みになりますので、あとはもうギアこの2個しか出てこないんで、簡単かなと。比較的構造自体は簡単なんじゃないかなと思います。ではもう早速これをギアボックスにまず取り付けるところからになってくるんですけれども、このギアボックス似たような形で、これ後でモナカ合わせになるんですけれども、これですね。まず、こっち。似てますけど、こっちから行きます。ここにネジ穴が2つ開いてると思いますので、これをですね、ここの穴に合わせるような形で、このままビスで留めていきます。このビスは、これが M3 かな ?M3 の、この、本当にビスの方ですね。このネジ山が細かい方。間違えて、似たようなサイズでこういうネジが入ってると思うんですけど、このネジ山が粗い方を使ってしまわないように、それだけご注意ください。他は似たサイズのネジないと思うんで、これを使っていただいて、これ WPL には珍しく、番手で言うと2番かな ?2 番のプラスドライバーを使うような、ちょっと大きめのネジになるんですけど、これを締めていただいて、一旦こっち、片方ですね、仮止めにした状態で、もう片方入れていただいた方が作業はしやすいんじゃないかなと思います。多分こっち、きつく締めちゃうと、こっちが入らなくなったりするんで、こっちまだ、こっち仮止め、ゆるゆるの状態ですね。で、2本目も入れてもらって、で、ここを本締めするんですけど、相手が金属で、こっちのビスも金属なんですけど、間に樹脂が噛んでる状態なんで、これもあまり強く締めてしまうと、ギアボックスが割れてしまう恐れがあると思いますので、そこはご注意ください。ただモーターを止めるネジなんで、ある程度はしっかり締めておいた方がいいとは思うんですけれども、ちょっと加減には注意してください。で続いて、このギアをもう取り付けていくんですけれども、このシャフトがついてるギアと、シャフトが何もついてない、こういうギアがあると思うんですけれども、まずこっちからですね、こっちから取り付けていきます。で、これが冒頭でちょっとご説明させていただいた芋ネジで取り付けるギアなんですけど、まずはここに芋ネジですね、軽く入れておくって感じで、ここですね、ここに芋ネジを入れといて、どうでしょう、ちょっと出てる状態。ここからほんの少し芋ネジの頭が出てる状態が好ましいと思います。で、ここですね。このモーターのシャフト来てると思うんですけど、ここが D カットって言って、一箇所平らな面があると思いますので、さっきちょっと出しといた芋ネジをここにめがけてはめると。
ちょっと、すいません。入らない。これちょっとさっき締めすぎてますね。はい。ちょっと緩めてあげるとこう入っていくと思うんですけど。で、この時点で、場所がうまい場所にあればいいんですけど、こう、一番これが奥に行ってる状態で、芋ネジをこう締めたいんですけど、場所が悪い場合は、芋ネジちょっと噛んでれば、ちょっと力は必要なんですけど、このギア回せるんで、こう回していただいて、で、この D カットの位置が、こっち向きですね。ここに D カットが来てる状態。これが作業しやすいと思います。この状態であれば、このギアですね。こう入れた状態で D カットにめがけて、ここにアクセスして、こう締め込むことができると思いますので。で、これ今、ボールポイントの六角使ってますけど、ちょっとこれ見ていただくと、こんな感じなんですよ。こう、水平にアクセスできないですね。ギアボックスがあるせいで。で、こう斜めからこう入れないといけないんで、これがちょっとボールポイントが必要になるっていう部分。で、まあ、ここですね。この L 字で行く場合には、このやっぱり長い方だとちょっと変な角度になっちゃうんで、ここからこう短い方でアクセスしていただいて、で、こう締めていただくと。そういう作業になります。まあ、ここ、そんなに外れるような場所ではないんですけど、そんなに高回転しないんで、ただ、やっぱりこういう部分の芋ネジって外れることもあるので、心配な方はネジロック剤ですね、を打っといていただくと、より安心なんじゃないかなと思います。一応これ高さなんですけど、こんな感じになってるはずです。ここが、しっかり奥まで行ってないと、こういう中途半端な高さになったりしてる可能性もあると思うので、ここですね、ちゃんと奥まで押し込んでる状態で、こう、締めてあげて、こんな感じの状態になるようにしてください。で、ここからですね、もう一枚のギアこう入れていくところなんですが、ベアリングを入れておきます。ここですね。しっかり奥までこうベアリングを押し込むような感じで入れます。まあ、ここ、斜めにはまった状態になったりしないっていうところはご注意ください。この時点でこっちも全部ベアリング入れちゃいましょうか。こことここですね。はい、こんな感じで、こちらは2箇所ですね。2箇所にベアリングを入れます。で続いて、こちらのギアなんですけれども、シャフトが、こう、D カットが、こう、2箇所に入っているようなシャフトがあると思うので、これを使っていくんですけれども、ちょっとすいません。画面で見づらいかもしれないですが、D カットがギリギリまである方、シャフトのギリギリまで D カットがある方を、こんな感じになるようにつけます。さっきの D カットがギリギリまである方が、こう、外に出っ張ってる状態。この向きですね。この状態で芋ネジ、まあ、ネジロック剤打つ人はネジロック剤打ちつつ、この D カットにめがけて、芋ネジを締めると。で、これちょっと実際に組み込みながら、シャフトの微調整、シャフトの位置の微調整ですね、していただければと思うんですけれども、組み込みは、この向きになります。モーター側に、このシャフトが出てくる。この状態ですね。で、この時点でギアの高さは全く同じ高さですね。ここを水平としたら、こことここが高さが同じ状態になっていると。この状態で、ここですね、ベアリングがしっかり入っているかなっていうのを確認しつつ、このモナカ合わせをこう合わせて、こんな風に
なるんですけれども、この時点で、さっきのこのシャフトですね。シャフトが、しっかりこのベアリングにははまるだけの高さがもちろん必要なんですけれども、これを合わせたときに、このシャフトが出っ張りすぎていると、これがうまく締まらないので、そこはご注意ください。一応ちょっと具体的に長さだけお伝えしておきましょうか。3ミリですね。こちら側が3ミリ出てる、3ミリ程度出てるのがちょうどいいかなと思います。あとは、今ここからもうギアボックス閉じちゃうんですけど、ちょっと動画撮影の都合で、例によって、グリスアップはすみません。しないんですけど、この時点で、グリスアップですね、を施した上で、もちろん、これを閉じてください。各部ですね、ベアリングと、このギアですね、ギアの接触する目、ここを十分グリスアップして、これを閉じていきます。はい。で、ここで使うのが、これですね。ちょっと、この、長いやつと短いやつ、ネジ山の粗いタッピングビスってやつが2種類あると思うんですけど、これのちっちゃい方を使ってください。はい。こんな感じで、しっかりモナカ合わせ、ビス止めできたら、一旦これで、ギアボックス自体は完成ですね。はい。では、ここからですね、いよいよ、この、ハンダ付けですよね。前半で外した、このコンデンサと、この配線をハンダ付けして、このモーターにですね、取り付けていくんですけれども、ちょっと、どこに何をつけるかっていうのが分かりづらいと思うので、ちょっと図にしましたので、図を出しますね。こんな感じなんですけど、今回の場合は、右側です。で、ご参考までに2つ取り付ける場合っていうのも、左に載せてあるんですけれども、今回はもともとついていた224って書いてあると思うんですけど、このコンデンサーですね。これを1個だけ取り付けるパターンになりますので、右側のような形で、配線というか、取り付けというか、していくんですけれども、モーター管を後ろから見たときに、赤く印が打ってあるところがあると思うんですけれども、それが右下になる状態で見ています。で、この時に、モーターのプラス極、マイナス極に、コンデンサーが、まず、両方に取り付けられていて、なおかつ、右側、これはコンデンサーの足がですね、そのままモーター管にハンダ付けするという意味になってます。で、配線は、この絵の通りで、黒いリード線が左側、赤いリード線が右側という形になるんですけれども、まずコンデンサーから取り付けていきたいと思います。はい、じゃあ、さっきの図の通りでいくと、これがここに入るって感じですね。で、これはこっちに入れるんですけれども、この時点で、ちょっと今回はこのフラックスってやつを塗って、綿棒かなんかで塗ってあげればいいと思うんですけど、これを、少しでいいと思うんですが、ここにですね、こんな感じで塗ってあげて、あと、モーター管のハンダ付けするあたりに、ちょっとヤスリで傷をつけておくといいと思います。こんな感じで、ちょっとこう、取り付けるところに、このモーター管は特に塗装もないし、コーティングみたいなのもないと思うので、やらなくても通電はすると思うんですけれども、確実にハンダ付けして通電できるようにっていうので、ちょっとこの辺りですね、一帯をこう傷をつけておくと、より確実になるんじゃないかなと思います。じゃあ、これで一旦、こっちと、こっちですね。で、これ、ちょっとすいません。ロットによってなかったりもするんですけど、もし、この収縮チューブですね。この黒いチューブみたいなのがついている場合は、無難にマイナス側に来るようにしておけばいいんじゃないかなと
あとこのコンデンサー自体はセラミックコンデンサーってやつなんで、極性がないので、プラスマイナスはこう、どちらにつけても問題はないっていう形になります。はい、じゃあ、こんな感じでいきましょうか。ちょっと一旦曲げて、仮止めというか、固定した状態。で、こっちも同じような感じですね。こっちは曲げて、さらに曲げつつ、モーター管の、これ別にどこでもいいんですけど、モーター管に接触している状態。このままハンダ付けすると。こっちはハンダ付け。モーターの電極にだけハンダ付けっていう形ですね。すいません、ここ塗ってなかったですね。これで今、一旦ですね、コンデンサーだけハンダ付けした状態なんですけれども、多分、この時点で特にこのマイナス側ですね、が余ってる場合が多いと思うので、余ってたらこう切っちゃっていいかなと思います。このリード線は当然黒、これをマイナス側。さっきの図で言うと、こっちですね。こっちに黒。で、こっちに赤をハンダ付けしていきます。このリード線なんですけど、ちょっとこのギアボックスに変えた場合は、モーターが基板にかなり近くなるので、この車体のモーターこの辺につくんですよ。なので、もうリード線この辺から始まって、ここに刺すんで、かなり近くなるので、これ長すぎるんですけど、気になったり、リード線を短くするっていうのができる方は短く調節していただいてもいいんじゃないかなと思います。ちょっと今回はこのままやっちゃいますけど、そのあたり、ちょっとこだわってやられる方は、ちょうどいい長さにこの線をですね、こうカットして、短くして取り付けるっていうのもいいんじゃないかなと思います。ちょっとこの収縮チューブ外さなきゃいけないんで厄介ですけど、今回はこのままいっちゃいますね。はい、これで今、すべてハンダ付けができた状態ですね。こんな感じ。ちょっとこれで見るより図で見た方がいいと思うんですけど、この赤い印、プラス極ですよっていう印が打ってあると思うんですけど、これを右下にしてみたときに、赤いリード線が右、黒が左。で、コンデンサーは、マイナス極はマイナス極だけ。プラス極の方はプラス極を通ってモーター管まで行って、モーター管もハンダ付けしてあるというような状態になってます。はい、続いて、あとはですね、ギアボックスはできたので、この付属している金属シャフトですね。これを作っていくんですけれども、ちょっとこれも丁寧に解説してしまうと動画がかなり長くなってしまうかなというのがありますので、慣れてる方はもうサクサクっとできちゃうと思うんですが、ここの組み立てですね、ちょっと初めてでわかんないっていう方は、ちょっと手間なんですけど、すいませんが、他の動画ですでに詳しく組み立てをする動画ですね、上げてありますので、そちらのリンクを概要欄に貼っておきますので、そちらからすいません、その動画の方を見ていただいて、このシャフトですね、組み立ててください。ただ、その動画の方は、長さが違うんで、ちょっとそこだけご注意いただきたいんですけど、ただ、肝心なのはここですよね。このカップの、このジョイントの部分の組み付けになるので、そこの組み立ては一緒になりますので、リンクの方からですね、その動画を見て、組み立ててみてください。こちらの動画では、なので、もう、さらっと組み立ててしまうんですけれども、この動画だけで見てわかる方は、一旦見ていただいて、やっていただければと思うんですけれども、で、使うシャフトなんですけど、これ、インナーシャフトって言って、中に入る方のシャフトなんですけど、これこうなるやつですね。このインナーシャフトの方なんですけど、これ3本入ってるんですよ。ほとんどの方はこれは使わないと思います。これリアのホイールベース伸ばしてる時に使うやつなんで、
ちょっと今回の動画では詳しいご説明省きますけど、C44 っていうやつで、リアのホイールベース伸ばしてる場合があるんですけど、その場合に使うやつなんですけど、これは多分ほとんどの方使わないと思います。C34 の場合は基本この2本を使って組み立てるって形になります。このシャーシですね。これが普通 C34 だと、このショックがここについてると思うんですけど、こっちにつけて、ホイールベースをこう伸ばしてる場合に、リアだけですね。この長いインナーシャフトを使うんですけど、今回は C34 を前提にしますので、これは使わないって形になります。じゃあまずカップだけどんどんつけていっちゃいます。で、もちろんこれ、実際に組み立てるときはグリスアップですね。グリスアップをしながら組み立てていただいてっていう形でお願いします。じゃあ一応ちょっと軽く手順だけお伝えしながらやっていきますけど、ここですね。ここにこれをこれなんだっけスパイダーでしたね。これを入れて、これグリス塗ってないんで、ここはすぐこう、ポロッと落ちちゃうんですけど、ちょっと組み立てづらいんですけど、実際はグリスをここに塗りながらやるんで、そんなにこう簡単に落ちてしまったりじゃないんで、比較的グリスを塗りながらであれば、そんなに難しくないんじゃないかなと思います。で、これ横から刺して、で、この中のスパイダーの穴にうまくこう入れて、ここにシャフトを通して、まあ、両側出ていない状態ですね。出ていない状態にシャフトを入れて、このリングスプリングですね。これをここにはめてあげれば、まあ、シャフトが抜けなくなるんで、これで1箇所完成っていう感じになります。じゃあ残りもどんどん組み立てちゃいますね。はい、これで今、インナーシャフトとアウターシャフト、それぞれですね、カップをつけた状態になったんですけど、ここで一旦、芋ネジですね。芋ネジもそれぞれ仮入れしておきます。ここですね。ここに4箇所。そんなに奥まで入れなくていいので、仮で入れておきます。で、4箇所入れたら、まあ、ここももう入れておきましょうか。こんな感じで。はい、これで、プロペラシャフトとギアボックスですね、が完成しましたので、あとは、実際に車体に組み込んでいくと。はい、今回今、この状態になってますので、これですね、このプロペラシャフトが、ここに残っちゃってるんで、この元々の樹脂製のプロペラシャフトは取っていきます。ここでこの取り付けの向きなんですけど、ちょっと一回入れちゃいますね。こんな感じで、こっちがフロント、モーターは前側、かつ、今画面で言うと下側ですね。下側にモーターが来る状態。この向きになります。で、まあ先ほどお伝えした通りで、この時点で、このモーターのリード線ですね。これすごい長いんですけど、まあもともとあった、ここですね。ここに差し込んでいきます。今、この画面で言うと、ここにですね、白いコネクタが4つあると思うので、下から2番目ですね。一番下はヘッドライトなんですけど、下から2番目のここのコネクタに挿していきます。あとはシャーシにネジ止めしていくんですけども、このネジですね、この大きめで、かつタッピングビスになってるやつ。ネジ山が粗いやつですね。これを使います。で、止めていくのは4箇所ですね。ここと、ここですね。を止めていきます。で、ここ、一番最初にネジを打つときに、タッピングビスなんで、ちょっとネジ山をこう作りながらねじ込む形になりますので、ちょっと最初だけかなり硬いんで、そこはちょっと頑張ってください。特にこのギアボックスの樹脂ですね、かなり硬い樹脂になってるんで、ちょっと大変だと思うんですけど、
2回目からは、通りが良くなるんですけど、1回目はネジ山がないところを、このタッピングビスっていうのは、ネジをこうタップ立てながら進んでいく感じになるんで、ちょっときついんですけど、最初だけ、結構力いるんですけど、頑張ってねじ込んでいきます。はい、これで今ですね、4箇所ネジ、ここの2箇所と、ここの2箇所ですね、入れたんですけど、これでもうギアボックスですね。これは固定ができましたっていう状態で、あとここからこう、プロペラシャフトをつけていくっていう手順にはなるんですけど、ここでちょっと忘れないでほしいのが、動画の最初でもお伝えしたんですけど、リアのホーシングをひっくり返してほしいんですよ。これですよね。このパーツをひっくり返さないと、こう、両方逆回転になっちゃうんで、こういう風に。例えば前進した時にこうなっちゃうんですよ。で、更新するとこうなっちゃうっていう。ちょっと変な車になっちゃうんで。ではこれ実際にひっくり返していきたいと思うんですけども、この状態だと結構簡単なんで、もう、ここですね。ここのアクセルトラスって言って、ここにネジが上から見ると4つ、1、2、3、4。このネジが4つ見えてると思うんですけども、ここを外しちゃいます。で、これ、今4つ目なんですけど、4つのネジ全部外すと、もうここはパカーンと取れるんで、これを、こうひっくり返すってことで、また同じように付け直します。で、ここのアクセルトラスのネジの締め込みなんですけど、あんまり強く締め込んじゃうと、特にこのアクセルトラスを樹脂製のもの使われてる場合ですね、強く締め込みすぎると、ここ割れちゃうんで気をつけてください。こう締め込んでいって、もともとある程度抵抗あると思うんですけど、ネジ穴が深いんで、こう締め込んでいって、明らかにこう締め付ける時の抵抗が増えると思うんで、そうなったらそこから少しグッと締め込むぐらい。今、ちょっとこう、明らかに急にきつくなったんですけど、そこからちょっとグッて締めておくぐらいで大丈夫です。はい、これで今4つのネジを付け直した、締め直したっていう状態になります。そうすると、ここがですね、今まで、ここのデフのハウジング、この丸いところですね。ここが左に寄ってたんですけど、ひっくり返したんで右側になるんですね。だから、シャーシも、これ、互い違いに本来なってるんですけど、この位置ですね。これ今画面で言うと、ここが上に来てますよね。これも上に来るようになります。今までこれ下側にあったんですけど、これで正しい組み付け状態。なので、ちょっとこれ、金属パーツ、メタルアップグレードパーツに変えてる方はですね、ちょっと大変なんですけど、ここに金属パーツだと WPL って刻印があるじゃないですか。あれが逆さまになっちゃうんで、気になる方はちょっとそれも組み直さなきゃいけないんですけど、ちょっとお手数なんですが、それはお願いします。はい。では、もうこれでですね、プロペラシャフトをつけて完成っていう形になりますので、つけていきます。これ取り付ける向きというか、まず前後なんですけど、C34 の場合は前後同じ長さになりますので、どっちでも大丈夫です。で、次にですね、これをこうつけるのか、こうつけるのか、このどっち向きにするかっていうところなんですけど、これはどっちでも大きな問題はないです。僕はちょっと他の動画でもお伝えしたことあるかなと思うんですけど、アウターシャフトを上にしてます。一応理由としては、オフロード走行した時に、こっちってカップ型になってるんで、これがこう下に斜めにこう上向きでついてると、なんとなくですけど、ここになんか砂とか溜まると嫌だな、みたいな。そんなイメージ。で、どっちでもいいんだけど、このカップ型の方をこう上に来るようにつけてるっていう感じにしてます。じゃあちょっとここからつけていきますね。ここも D カットになっているので、それだけちょっと注意していただきながら、D カットの平らな面ですね。平らな面にめがけて芋ネジを締め込むように取り付けてください。
これでこっち側が取り付け完了ですね。これで今、前後両方のシャフトを取り付けができました。ここの芋ネジの締め付け具合なんですけれども、あんまり強く締めすぎると舐めてしまうので気をつけてください。もちろんかといって弱すぎると走行中に取れてしまうっていうのがあるので、そのあたりもですね、ちょっと、どうしても慣れが必要なんですけれども、強すぎず弱すぎずっていうところで、最初はどうしても、舐めてしまうのが一番怖いので、ちょっと弱めでいいと思うんですけど、ちょっとそうすると、取れちゃったっていう場合があると思うんですけど、その場合は、またちょっと少し強めに締めてっていうので、ちょっと経験を重ねていかないと、ちょっと加減がどうしても難しいところではあるんですけれども、そのあたりですね、だんだん慣れていっていただければと思いますので、お願いします。はい。ではこんな感じで取り付けができたんですけど、このギアボックスの特徴の一つ、最初にお伝えした、トルクがすごい上がるっていうのがあるんですけど、あとは地上高、このお腹の部分ですね。この地上高がすごく上がるんで、ここも、走破性がですね、格段に上がるっていうところの一つなんで、これも結構いいところですね。もう、このお腹ペラペラになるんで、これいいですよね。はい、これでですね、もうシャーシ自体は完成っていう状態になりますので、最後にですね、実際に動かして、これぐらいの速度になりますっていうところをお見せして終わりたいと思います。ボディの取り付けに関しても、ちょっと申し訳ないんですけど、他の動画ですでに上げてありますので、それも概要欄に貼っておきますので、ボディの取り付けですね、わからないよってなっちゃった場合は、ちょっとそちらを見ていただいて、取り付けですね、していただければと思います。これ、ちょっとこの動画での説明のために、今、バッテリーここ、接続しちゃいますけど、絶対に本来はやっちゃいけないんで、そこは、真似しないようにしてください。これ、この状態だと、バッテリー搭載する場所がないので、このまま走行っていうのは大変危険ですので、これはあくまで動画での説明でちょっとこれでやっちゃうんですけど、実際にこれで走らせるってことはしないようにしてください。一応マスキングテープで固定だけはしますね。はい、すいません。ちょっと見た目がダッサいですけど、こんな感じで。一応ですね、こう動かすと、こんな感じ。速度としてはこれぐらいになるんですよ。ちょっと室内なんで分かりにくいと思うんですけど、これすいません。また、ちゃんと組み立てて走らせるっていう動画、また改めて上げるんですけど、一応ちょっとこの動画内でも軽くですね、これぐらいですっていうところで。で、すごく良くなるのが、このゆっくり進むっていうのが非常にやりやすくなります。例えばこういうギャップとかもゆっくりいけるんで、こんな風に、こう、バンバーンっていくんじゃなくて、ゆっくりゆっくりクリアしていくっていうような動きがすごくやりやすくなります。はい。じゃあまた、走りに関しては別途詳しくはですね、別の動画でご紹介させていただく予定にはなってますので、今回の動画では以上としたいと思います。ではですね、今回の動画以上になりますので、またすいません、ちょっとここがもうちょっと知りたかったとか、わかりにくかったとかっていうのがあれば、コメント欄からですね、いただければと思います。では、以上ですね。ご視聴いただいてありがとうございました。